皆様おはようございます。木漏れ日です。オランダで迎える初めての朝、コーヒーを飲みにラウンジへ向かうと、お仕事中の猫さんたち。朝から癒された。そっぽ向きつつ尻尾は振ってる。ツンデレですね。目覚めの一杯にカプチーノをいただきます。これが無料なのはありがたい。カフェインで眠気を飛ばして朝ごはんを食べに気になってたカフェへ。外はまだ真っ暗やけど街中がイルミネーションされてるから大丈夫。昨夜にぎわっていた広場も朝は静かでまた違う雰囲気。いつも通りやや道に迷いつつお目当てのカフェが見えてきました。めっちゃ美味しそう。早速入ってみます。オープンと同時に来たので店内には私一人、好きな席に座っていいよと言われた。運河が見える窓際の席をチョイス。アップルパイをオーダー。どうやら温めてくれるみたい。のんびりと待ちます。ジブリに出てきそうな雰囲気でかわいい。こんなのんびりした朝は久しぶりや。カプチーノとアップルパイ、店員さんのおすすめでホイップクリーム付きにした。甘党にはたまらん。それではいただきます。薄くスライスされたリンゴがゴロゴロ入ってて美味しい。クリームも甘すぎず食べやすい。すっきりしたカプチーノと相性バッチリ。だんだんと空も明るくなってきた。今日もいい一日になりそう。味も美味しくてお店の人も優しかった。すっかりお気に入りのカフェに。次はこのパンオショコラを食べに来る。ごちそうさまでした。今日はアイルランド在住の友達と合流をしてユトレヒトという町に行く予定です。朝食をゆっくりとりすぎてちょっと遅刻しそう。でも街並みが可愛くてつい足を止めてしまう。この鳩のように。今日会う友達とは10年くらい会ってなかったので、どんな風になってるか楽しみ。性格も好みも全然違うのに不思議と気が合うんよな。雨でも気にせず自転車に乗るオランダの人たち、さすが。駅に向かうまでの道で可愛いお店を見つけてちょっと寄ってみることに。木靴のマグネットにチューリップが咲いてる。かわいい。他にもオランダらしいマグネットがたくさん。お土産にも良さそう。店内も素敵で洗練された雰囲気。オーナメントもたくさんあって、自転車、さすがオランダ。テーブルウェアもチューリップモチーフで可愛いものばっかり。シンプルな色使いのものも素敵でした。特にこのフラワーベースは買おうかめっちゃ悩んだ。
可愛いけどこの後チェコとフィンランド行くしな。今回は我慢や。壁に飾られたプレートも素敵で美術館にいる気分でした。この陶器の置物も可愛くて、特にこのパグに心を奪われた。とっても可愛くてお店のおじさんも優しかった。ぜひ行ってみてくださいね。ちょっと寄り道してしまったけど、時間ぴったりにアムステルダム中央駅に到着しました。駅で迷子になっていた友達とも合流をして、電車に乗り込み、ユトレヒトへ向けて出発です。お目当てはやっぱりミッフィー。作者のブルーナさんが生まれた町なので、ミッフィーに会える町としても有名です。駅に到着して早速隠れミッフィーを発見。かわいいなぁ。目指す先はミッフィーミュージアム。こっちじゃないあっちじゃないと迷いながら歩く時間ですら楽しい。しばらくすると運河が見えてきて、ここでもクルーズ船が。あいにくの天気やけど人気やねんな。遠くの方に教会が見えてきました。美しいレンガ造り、迫力あるな。進んだ先には歴史を思わせるレンガ造りの建物に石畳。まるで絵本の中に入り込んだかのような気分。どこを切り取っても可愛かったです。歩いていると急にミッフィー登場。街に溶け込んでる。ミッフィーはオランダ語でナインチェと言います。うさちゃんを意味するそうです。早速入ってみます。日本語書いてあるのも嬉しい。荷物はロッカーに預けるんやけど、ここにもミッフィーたちがいて可愛すぎた。私はライオンにしました。進んでいくとクマのボリスを発見。かわいいわ。あと本気で草刈りしてる豚がいた。どこを見回してもミッフィーがいる。このランプ欲しい。初めて見るキャラクターやったり、カードゲームできるエリアがあったり、特に楽しかったのがこのお絵かきコーナー。空いていたのでトライしてみることに。夢中でお絵かき、何年ぶりやろう。輪郭丸く描きすぎたかも。目だけでも縦長にしとこ。まあ60点くらいやな。友達はリボンつけたりと上手に描いてた。隣には描いた絵を飾れるコーナーがあって、ミッフィーじゃない絵が一番目立ってた。自由でおもろい。ミッフィーはもちろん笑顔で駆け回るオランダの子供たちにも癒された。最後のお部屋へ進むと、ミッフィー好きにはたまらない空間が広がっていました。日本語の絵本もあるんかなと探してみる。見つけた。くんくんと火事。くんくん消防犬らしい。たくましいな。
ナインチミュージアムめっちゃ楽しかったです。ぜひ行ってみてくださいね。楽しんだ後はミュージアムの前にあるショップでお買い物。ミッフィーの聖地なだけあって品数はダントツに多かった。かわいすぎる。このマグネットはアムステルダムでも見かけたんですが、種類はユトレヒトの方が多いです。日本とオランダの国旗ミッフィーを狙うならここ。全部欲しいくらい可愛かった。絵本もたくさん揃ってました。もちろん日本語もあった。嬉しいね。記念に一冊欲しくなる可愛さやった。あとユトレヒトの本もあって気になった。次は絶対買う。可愛いものが多くて時間が溶けてしまった。ショッピングの後はミッフィーカフェで休憩。レジにもミッフィーを発見。せっかくやしケーキも食べようっと。レシートも可愛すぎました。ドリンク頼んだらクッキーついてきた。友達はホットジンジャー飲んでた。私はいつも通りカプチーノ。お皿とコップもミッフィーでかわいい。かわいいものに囲まれながら人生について語り合った。向いている方向は違っても感覚が近いから気が合うんやろな。この後はふらりと街歩き。ミッフィーの作者であるブルーナさんお気に入りのスイーツショップやミッフィーの信号機見つかるかな。かわいい雑貨屋さんを見つけたので入ってみることに。猫だったりゆるいキャラだったりと日本っぽいアイテムが多かった。この猫のイラストに癒された。あと靴下のデザインがユニークやった。これは日本にないな。隠れ家っぽい素敵なお店でした。こういう何気ない看板にも海外っぽさを感じてつい写真を撮ってしまう。ユトレヒトのランドマークドム島が見えてきました。なんと高さは112メートルもあり、オランダで最も高い教会塔だそうです。すごい迫力。お隣にはオランダ独立運動の時代に活躍をしたヤン・ファン・ナッサウの像がありました。スペインから独立をするためオランダ北部の州が団結した同盟ユトレヒト同盟を結んだ中心人物でもあります。この広場に像があるのも納得。お隣にはドム教会があります。オランダ最古のゴシック様式の教会だそう。せっかくなので見学してみることに。その高さに圧倒されました。白を基調とした立派なパイプオルガン。どんな音色か気になるところ。ステンドグラスも見とれるほどの美しさでした。昔はこの教会とドム島はつながっていて一つの建物だったそうです。嵐の影響で分断され今のような構造になったみたい。自然に抗えないのはどの国も同じですね。出口にあったレリーフ、
このおじさんがなんか可愛くてほっこりした。教会から出ると偉大な像に鳥が止まってて癒された。ドム塔をくぐり向こう側へと進んでみる。ここから見上げる高さですら圧倒される。ツアーに参加すると塔のてっぺんまで登れるみたいです。それは次の楽しみにとっておこう。通路を抜けた先に素敵な本屋さんを見つけました。早速入ってみます。わあ素敵。おしゃれで心ときめく。このポストカードかわいい。ここでもユトレヒトの本を発見。平置きにされているからユニークな表紙を見つけてはあれもこれもと気になってしまった。この辺は背表紙もおしゃれやな。お猿さん発見。ジャングルブックか、わかりやすいな。もちろんミッフィーの本もありました。とっても素敵な本屋さんでした。ここから歩いてすぐのところにブルーナさんお気に入りのスイーツショップがあるみたい。ミッフィーのお菓子あるかな。美味しそうな焼き菓子にかわいいチョコレートまで。ケーキもめっちゃ美味しそう。ご近所さんやったら通うレベルやわ。ブルーナさんがこのお店を好きやった理由がよくわかった。ミッフィーのお菓子も無事にゲットしました。空も少しずつ晴れてきた。お次はミッフィーグッズのショップ。ミッフィーならここというのを見てやってきた。早速すごい数のミッフィー。カラフルやわ。ボリスもいた。あとここでまさかの空港で出会ったオランダミッフィーと再会。このオーナメントがめっちゃ可愛かった。ミッフィーといえばオレンジの服やけど、このブルーとホワイトを基調とした大人っぽい色合いのグッズに惹かれた。編みぐるみの種類はこのお店がダントツで多かったです。キーホルダーサイズもたくさんあった。ハンドメイドやからビビッとくるものがあれば即決がおすすめです。編みぐるみは着せ替えできて可愛い衣装も売ってる。友達にこれなら作れるんちゃうと言われて今度トライしてみようと決意。不器用でもこれやったら作れるかも。これかわいいな。多分このドムってステッカーが貼ってあるものはユトレヒト限定なんじゃないかと思います。さっきからずっと気になってるこの本。なんと日本語バージョンもありました。びっくり。この器物モチーフのキーホルダーはお土産にも良さそう。ポストカードの種類も多くてつい集めたくなる。これは絶対ユトレヒト限定ですね。マグネットもびっくりするくらいたくさん揃ってました。
ミッフィー好きさんにはぜひ立ち寄ってもらいたいショップの一つです。ミッフィーの信号機を探していたところ、ブルーナさん仕様のミッフィーを発見。こちらも絶対見ておきたかったので嬉しい。こっちはブルーナさんなんやけど、こっちから見るとミッフィーなん。かわいいわ。360度どこから見ても楽しめるってすごいよな。残念ながらミッフィーの信号機にはなかなか出会えず、途中でヘマというお店を見つけて寄ってみることに。友達リュック一つで来たからお土産用のカバンが欲しいらしい。そこで候補に上がったのがこのミッフィー。想像以上に似合ってて笑った。結局買わへんかったけど旅のハイライトになったわ。たまにはこういう友達との旅もええなぁとしみじみ。しばらく歩いているとついに見つけた。ミッフィーの信号機。この信号機は世界に一つだけ。ずっと見たかったから嬉しい。両方点滅してるところも撮れてた。奇跡。みんな普通に渡ってる。これが日常って羨ましい。信号を渡った先でかわいい雑貨屋さんを発見。店内は広々としてて動物モチーフの雑貨が多かった。オランダでも猫って人気なんやな。あと謎にカピバラが多くて不思議やった。日本でもカピバラさんってキャラいるけど似たような感じなんかな。この招き猫がいるってことはやっぱりあったわ。ポストカードまであった。これ触り心地よくてちょっと買おうか迷った。日本モチーフの雑貨もあって嬉しかった。うさぎ代表はやっぱりミッフィーですね。ユニークなものが多くて見てて楽しい雑貨屋さんやった。次どこ行くとあてもなく歩いています。小粋な街並みに引き寄せられて進んでみる。鳥に餌あげてすごいことになってるおじいちゃん。世界にも似たような人がいると思うと面白い。のんびり散歩していたところでまたまたミッフィーを発見。住宅街にポツンと佇んでいてちょっと寂しげやった。くるりと一周してみる。銅でできてるみたい。後ろにも顔がついてた。だいぶ歩いた。疲れたってことで一息つけるカフェ探しへ。途中で不思議な船を発見。運河に沈んだ自転車を引き上げるための船らしい。今
回は収穫なかった模様。今度は引き上げているところも見てみたい。すごい自転車の数に圧倒されながら、ようやく雰囲気良さげなカフェを発見。早速ドリンクをオーダー。友達のカプチーノに控えめなハートが浮かんでて、ゆるい感じが可愛かった。トーストサンドイッチも頼んで半分こした。美味しそう。いただきます。めっちゃ美味しかった。オランダのチーズほんまに美味しい。このカフェ、店員さんがほんまに優しかったんです。今度はバナナブレッドも食べてみたいな。店員さんにベダンクテって言ったら、居合わせたお客さんまで褒めてくれてほっこり。オランダはほんまに人が優しい。のんびり休憩した後はまた雑貨屋さんで面白そうなものを見つけたり、海外ならではのカラフルなお菓子や、とにかくかわいい雑貨に心ときめいた。楽しい時間はあっという間に過ぎていって、そろそろアムステルダムへ戻る時間に。帰りの駅は来た時よりにぎわっていて、ちょっと大阪の梅田みたいやった。電光掲示板で確認した通り、14A のプラットフォームへ。ナイスタイミングで電車が来た。ユトレヒト、穏やかで素敵な街やったな。夜はまた違った雰囲気で綺麗らしくて、次は何泊かしてみたい。車窓から見える夕焼けがほんまに綺麗やった。アムステルダムへと戻ってきました。ミッフィーを探す旅はまだ続いていて、アムステルダムのミッフィーショップへ。入ってすぐカラフルなミッフィーたち。器物のキーホルダーも大きいサイズがありました。あとはお菓子だったり、日常使いしやすいアイテムも、かわいいインテリアグッズもありました。日本ではあんまり見かけないキャラクターたちも。あとやっぱりオーナメントが可愛くて、買おうかずっと悩んでた。ツリーのてっぺんに飾るのもあった。地下もあったから少し見ていく。絵本や塗り絵ブックがあったりして、子供向けのグッズが多かった。そろそろ閉まるみたいで、慌てて上に上がる。もちろん編みぐるみのキーホルダーとぬいぐるみもありました。この帽子かわいいと思ったら、ユトレヒトで見たのと同じや。ちなみに支払いはクレカのみでした。マグネットも種類が多くてセールしてたから、ここが狙い目かも。
多分アムステルダムで一番ミッフィーグッズがあるお店、ぜひ行ってみてくださいね。続いてやってきたのはチューリップバッグのお店。個性的な真珠ミッフィーを見つけてはしゃぐ友達。いい感じに揚がった唐揚げの皮を彷彿とさせるわ。ちょっと怒られそう。キーホルダーはこのお店が一番種類揃ってたと思う。バッグは高嶺の花なのでこのポーチを狙ってる。このブルーはゴッホとのコラボらしい。バッグもゴッホとのコラボデザインがあります。ポーチだとこのブルーとブラウンがゴッホとのコラボ。やっぱり可愛いな。オランダに来たら絶対外せないお店。ミッフィーのフラワーベースも可愛かった。夜も更けて最後にオランダの有名なスポットレッドライト地区を見に行きました。レッドライト地区ではカメラを持っているだけでトラブルに巻き込まれることもあるため注意が必要です。個人的にはレッドライト地区よりも駅へ続く裏道の方が怖かった。最後に2人で見たこの景色は一生の思い出やな。2日目は雨やったけど友達がいたおかげで楽しかった。明日はいよいよ風車村へ。ここまでご覧くださりありがとうございます。それでは次回パート3でお会いしましょう。バイバイ。